皆さん、こんにちは。ラン類チャンネルのランです。本日は配給の映画が始まるということで、配給について語らせていただきます。じゃあ早速、ハイキューの中で好きなキャラクター、誰が好き？一番は、リベロの西野ニベロなんだ。が一番。はい。どういうところとかある？やっぱ一番はなんていうんですかね、ギャップかな。こんな見た目はすごいチャラそう。まあでもこう、バレーセンスというか、運動神経はすごい輝いてるっていうのが好き。中学リベロ賞みたいなの取った人なの。はいはいはい。そんな設定があった気がする。西野が。そう、中学の時。まあもともと自分がレシーブが好きっていうのがあるから、やっぱこのレシーブができるっていうのでも好きですね。そうか、じゃあ、ポジション別で好きなキャラとか言っていくから、セッターやったら誰が好きとかある？セッターだと、天馬かな。表情が読めない感じ。セッターとしてすごい。こう影山も好きやけど、影山はすごい子なんですか、やっぱ気が強い感じがあって。でもこう、天馬はこうプレイスタイルが淡々とやる感じ。でもすごい考えてやってるっていうところがすごい好きかな。セッターのこう動きってある程度予測するの？そうですね。自分がブロックする立場やったら、やっぱりセッターの動きとか、セッターの思考っていうのはすごい考えて、特にミドルブロッカーとかはもうセッターの向きであったり、目線とかはすごい見てるとは思うです。うーん。じゃあやっぱ研磨みたいなタイプは読めへんし難しいな。そう読めないから、はい。だからブロッカーからしたらすごい嫌なタイプかな。じゃあ、あとはミドルとウィングスパイク混ぜようか。ミドルだったら、剣道、白鳥座の。おお、すごい。月島もすごい好きで、月島は多分すごい頭が賢いというか、まあ、月島はまたこう、プレイスタイルが顔に出さないタイプだと思うんですけど、うん、天童は楽しみながらバレエやってるところがすごい好きで、かつこう、天性というか、才能がすごいあるっていうところが、キャラもすごい好きだし、こ個性丸出しやもんな。なんかふざけてる感じが好きですけど、まあ、ふざけてる感じでバレーボール楽しんでやってるっていうのがすごい好きかな。感覚タイプやんな。感覚タイプ、本能のままやってるみたいな感じですね。敵にすると大変やまあ、な。厄介ですね。ラストじゃあ同じポジションやな、ラン君の。アウトサイドやったら、難しいな。あ、エース系やんな。牛島とか、カラスのやったらエースの朝日さん。浅井さんやね。沢村もいいんじゃん、沢村。ああ、沢村ね。沢村は結構僕と重なるところがある気がするです。やっぱレシーブの軸でもありながら、スパイクも参加していくっていうのは、すごい自分の似てるなと思うんですね。すごいそれ思った。その話でいくとさ、沢村ってキャプテンやんか。うん。高校生のキャプテンってすごいこう大事なポジションやん。うんで、実際経験あるわけやんか。漫画でも全部各キャプテンってすごい個性的に書かれてるけど、ランクのもう自分はまずそもそもじゃあどういうキャプテンやったみたいなんて説明できる？自分はあんまりこう怒ったりとか言葉で言うよりもプレーで引っ張っていくっていう感じの方が多分強くて、もう自分が大事な場面で得点を取っていくっていうところでチームを引っ張っていけたり、チームの雰囲気を良くしたり、チームのリズムを作っていくっていうキャプテンだったんで、大声出し鼓舞するとかそういうタイプではなかったです。そうなんや。うん。どうなんこう、後輩いわゆるさ、2年生とか1年生とかをさ、まとめなあかんやん。キャプテンの時に大変やったみたいなエピソードってない？後輩とかが、まあ、何かミスしたりとか、ルールを破ったりとか、やっぱそういうことすると、連帯責任になって、チームに迷惑かかるし、もちろん監督から叱られるのも、やっぱそういうのがあったから、ミーティングをすることも後輩集めて話し合うことだったりとか、自分たちの中でルールを決めたりとかして、ミスが出ないような形を自分たちから作っていくっていうのにしてたんですけど、でも自分はそれがあんま好きじゃなくて、何々するなってこうルールを決めないと、選手が自己管理ができないっていうのがあんま好きじゃなかったんで、高校生だからこそ自己管理っていうのがすごい大事になってくるというか、自分でコントロールしないといけない。やってはいけないこと、やっていいことってところをしっかり見極めないといけないっていうところが僕は大事だなと思ってたんで、あんまりこうペナルティーもつけずに、でもこう何かをやらかしたときは、まあそれに合ったペナルティーをつけていくみたいな感じでやってたですね。結構さ、配球の中でも、キャプテンってすごいメインで書かれることが多くて、まあ、沢村君やし、猫間でいくと、クローって背の高いさ、うんうんうん。配球のさ、良さって、チーム作りみたいな細かい描写多いやん。そうですね。うん。漫画ではなかなかないリアルさよね。確かにそうですね。試合中にさ、考えてることを心の中で言ってくれるやん。そうですね。うん。例えばなんか猫間の守備が強くて僕とってあいつが打とうとしたらうわ打つとこないっていうシーンがあったんよ。はいはいはい、スパイカーとして実際それ心理的にある？あるっすね。特によく練習試合したりとかは、やっぱデータをもとに、今もすごい戦ってるんで、やっぱ自分が好きなコースとかをこう塞がれたりすると、やばい、打つとこがないとか、
自分の好きなコースを締めに来てるなっていうところを感じたりするですね。なるほどな。だけど練習試合やったけどさ、カラスノとネコマってずっとこう練習試合をして、やっと次の劇場版の公式戦で当たるってなるけど、なんかもうずっと練習試合一緒にやってたチームとかってあった？あったっすね。高3の時はもう駿台学園と松本国際とはもうずっと練習試合、月に1回は絶対してたと思うんで、全国でもトップのチームとずっと練習試合してたんで、結局春高の最後も準決勝は松本国際で、決勝は駿台学園と当たってるんで、もちろんライバル校でもありながら、すごい共に成長してき合ったというか、切磋琢磨してきたこう絆はあったかなと思いますね。まさにこの漫画の感じよね。うん、いや、本当にそのまんまだと思います。カラスノとネコマの感じかなと思います。よく練習試合して、お互いよく知ってるからこそ、すごい本気になるというか、戦う難しさもありながらってところはあるんですね。読んでると思い出したりする？でも懐かしいなというか、春高バレーのこう感覚っていうのは思い出すなと思うんですね。サロンパスの匂いした？サロンパスの匂い、サロンパスの匂いはしなかったですね。なかったよ。でも独特の雰囲気というか、それは感じですね。アップしてても手がずっと冷たいみたいなシーンとかもあった。あるっす。特に自分の場合も最初で最後の春高やったんで、やっぱ最初の1試合目っていうのはすごい初めての感覚というか、緊張感もすごかったし、大変でしたね。ピンサーのシーンとかあるやん、もうドキドキ感みたいな。ああいう時のその心画面みたいなんて思い出せる？自分ピンチサーバー経験したことはあるんですけど、ピンチサーバーってやっぱり体育館にやっぱ最初から出てないから、会場の雰囲気をつかめてなかったりとか、感覚をつかめてないっていう難しさがすごいあるんで、でもその中でもチームを救うための1点っていうところを取っていかないといけないっていう難しさ、緊張感もありながら、僕的には一番難しいポジションかなと思ってるんで、ピンチサーバー。でそのためにすごいアップもしとかないといけないし、いつ呼ばれるかもわからないっていう緊張感をずっと持ちながらやってるんで、そこに対してコートに入った時のふわふわした感覚というか、いつも通りじゃない感覚っていうのはすごい覚えてるです。やっぱそうよね。めちゃめちゃ難しいポジションやと思います。ちなみに、ラン君、もし一緒にやってみたい選手、誰がいる？見たい選手。でもそれはやっぱ影山かなとか思ったりするんですけどね。影山。才能というか、スパイカーに合わせられるセッターってやっぱりすごいなと思うんで、代表でも関瀬選手がいるんですけど、関選手もやっぱりそれに近い僕は選手だと思ってるし、スパイカーに合わせられるっていうのが関瀬選手の凄さかなと思うんで、その影山がやっぱり日向に目つぶらしてでも打たして合わせていくっていうセッターのスタイル、あの技術っていうのは、新しい技とかができそうやなとか、新しい攻撃を生み出せそうやなっていうのはすごい思うですね。なるほどな。関田さん、今週のジャンプでさ、配給の読み切り載っててんか。マジっすか？すごい。レッツ配給ってギャグ漫画みたいなスピンオフがあんねんか。それの最後に影山が関田選手のトスみたいって言った。はあ、すげえ。面白いですね、その配給のキャラクターが僕のプレイみたいな。ちょっと面白いです。先生に、ちょっと僕書いてくださいって、この YouTube を。思うですね。皆さんに広めてもらいましょう。高橋蘭プレーを見たい、背面スパイクを見たいっていうのをやってもらいましょう。確かに先生、何卒お願いします。お願いします。漫画とかでは泣くとかはないかもしれんけど、なんか感動したシーンみたいなんて覚えてることある？配給で。配球で感動したシーン。負けた3年生から代替わりするとか、キャプテン変わるとか、その終わらはった後のミーティングがあったりとか、100発100中泣いてきてるんやけど、ユニフォームもらはって中はるシーンとかもあるも大好きなんだけど。はい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 。自分がやっぱ被るところがやっぱあるのが、春高予選の決勝戦、白鳥だとの、あそこの勝つ難しさの中で、カラスノがチャレンジャーとして勝つっていうところが、僕もそこで戦う難しさとか、勝った時の気持ちとかすごいわかるんで、白鳥は最後倒した日向がパイプを決める1点っていうところがすごい感動したなと思いますね。共感できる部分かなと思いますね。間違いない。わかる。噂によると、そっちでも配給の公開が、そうです。来週かな。来週始まるとか言ってましたね。ああ、そうなんだ。やっぱもう世界中にファンがいるから、ちょっと、そうですね。配給のバレー効果みたいなんて感じる？配球が人気だなって思うのは、試合を終えてファンの方々にサインとか写真を書くとき、配球の漫画にサインしてくれとかやっぱよく言われるんで、やっぱそういうのを見ると、配球がヨーロッパでも人気なんやなって思ったりもするんですね。すごいね。この映画でまた一段とバレー界も盛り上がると思うんで、楽しみましょう。いやもう楽しみですね。僕もできれば見に行きたいなと思うんですけど、こっちで見に行けたらイタリアで。はい。ちょっとまた見た感想もみんな
喋れたらうん盛り上がっていきましょう。ぜひ、はい、お願いします。じゃあ最後エンディングなんですけど、エンディングにちょっと僕は差し込みたいあれがあって、僕個人的に僕らスタッフからはラン君のおかげではい。こんなにもバレーボールが好きになったんで、僕はもう毎度毎度このセリフをラン君に重ねて思ってることがあるんです。はい。これ名言だけども、僕はいつもここをラン君に変えてバレーボール教えてくれてありがとうって思ってるから、これ最後に差し込みます。いやでもこれいいシーンっすよね。いいシーン。多分みテンマがんな、初めて本気になるというか、バレーボール好きって感じる時ですよね。ほんまにそう。僕ら以外でも好きじゃなかった人でも、絶対にこうラン君のおかげでバレーボール好きになった人とか、バレーをした人っていうのも絶対いるんで、その人たちの全ての思いを背負って、このセリフを届けます。嬉しい限りです。はい。ということで、今回、配球の映画化されるところで語らせていただきましたが、これからも配球もバレーボールも皆さん一緒に楽しんでいきましょう。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ついにランロゴパーカーの発売が決定しました。今着ている藍色のパーカーとグレーと黒の3種類のパーカーが発売されます。そしてランロゴ T シャツの再販も決定しました。それには新色も発売されることが決定しているので、ぜひチェックしてみてください。お待ちしてます。